おはようございます。アンナのスマイルジャーナルパーソナリティの前島アンナです。この番組はあなたが笑顔になれる時間をお届けするラジオです。毎朝6時に配信していて、日常や趣味、ちょっと役立つお話など誰でも楽しく聞けるテーマをお届けしています。朝の支度をしながら、移動や通勤の合間に、夜のひとときに聞いてみてください。この時間があなたの毎日に少しでも笑顔を増やすきっかけになれば嬉しいです。はい、ということで今日は第3回目、8月の13日水曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はお盆期間中ということで、お盆休みに入られている方も多いのかなと思っています。私はあまり曜日が関係ない感じの仕事をしてはいるんですが、新卒で入った仕事はアパレルの販売職だったので、このお盆期間って結構頑張って働いてたなって今思い出しました。なので今日お仕事の方も無理せずに頑張ってください。そしてお休みの方はゆっくり自分の時間を過ごせたらいいなと思っております。そして今日ですね、今日のテーマなんですが、バイクの雑学という感じで、女性ライダー、日本の女性ライダーはたった 6% しかいないっていうデータを入手しましたので、それについて私なりに感想とか自分の経験から何か面白い話ができたらいいなと思って小話をしていきたいなと思います。雑談フリートークですね。はい、なので私自身もその少数派である女性ライダーではあるので、少数派だからこそ見える景色とか感じていることをお話ししていきます。では早速ですが、今日のこの数字についてご説明してみたいと思うんですが、まず私、日本人の女性の中でバイクの免許を持っている方ってどのくらいいらっしゃるのかなって思ったんですよ。というのもこのラジオ、皆さんが興味があることを話したいなと思った時に、女性でバイクに興味がある方ってどのくらいいらっしゃるのかなと思って調べたんですが、結構ちゃんとはっきりした数字が出てこなくて、調べた中では信憑性があるのかなと思った数字が、日本人女性の中で中型自動二輪以上の免許を持っている人が全体の約 6% 前後っていう数字が出てきました。なので100人女性がいたら、そのうちバイクの免許を持っている方が5、6人という感じですね。多分車の免許を取った時に原付に乗れる免許は一緒にセットになってると思うので、おそらく原付に乗れる方はたくさんいらっしゃるのかなと思います。そこで、あえてプラスアルファでバイクの免許を取りに行くっていう行動をして実際に取得して乗っている方っていうイメージですかね。ただ私自身車の免許オートマ限定で原付の免許もあって、原付も乗れるっていう風にはなってたんですが、実は人生で一回も原付に乗ったことはなくて、自転車はあるんですけど、なので結構バイクに乗るっていうのは日常から少し遠いところにあるのかなという感じもしています。そしてさらに2021年のデータではですね、中型自動二輪、大型自動二輪を合わせた新規免許取得者のうちの男女比として、女性は全体の 16% しかいなかったっていうデータもありました。なので、免許センターに行って新しく免許を取得する中のバイクの免許であれば約 16% が女性っていうイメージですね。おそらくこの2021年のデータっていうのはコロナ禍のデータだと思うので、少し需要が高まってる時っていう風に考えると少し少ないのかなっていう感じもします。私自身の経験として、実際に私2021年の12月に中型自動二輪の免許を取ってるので、その時も確かに女性は少なめでしたね。確かに10人に1人とか2人くらいの感じで、その後の大型自動二輪が2023年の10月に取得したんですが、その時も多分同じぐらいですかね、10人に1人か2人くらいっていうイメージだったかなと思います。なので少しずつ
興味を持っている方増えてきているのかなと思うんですが、まだまだ少数派なのかなって思いますし、だからこそなんか私が今思っていることとか感じていることを共有して、まるでバイクに乗っているような気持ちになって楽しんでいただけたら嬉しいなと思うので、そんな楽しくバイクを知ってもらうような放送もできたらなと思っています。なので私の経験ベースで少しお話ししてみようかなと思うんですが、私がバイクに興味を持ったきっかけとしては、仕事でライターをしていて、そのライターの仕事の中でリサーチをしてバイクを知って、レブルというバイクを知ったんですが、そのかっこいいレブルというバイクに興味を持って、乗ってみたいなって思って免許の取得を考えたっていうところがきっかけになりました。あとはバイクの免許を取るきっかけは、とにかくそのバイクがかっこいいっていうのも一つ大きいなと思うんですが、あとはその仲のいい友人だったり、彼氏さん旦那さんが乗ってるから取るっていう方も多いのかなと思っていて、なんかそういう身近な人が乗っていて楽しさを共有して始めるっていう方も多いのかなと思います。実際にバイクの初心者の方と話す機会っていうのが、私はやっぱり教習所の時が一番多かったのかなと思っていて、やっぱり同じ状況で一緒に教習を受けていく中で話すこと多かったなと思うんですが、やっぱり女性の方が割合は少なかったです。そして私が通ってた時期にもよるかもしれないんですが、女性の方は私以外はほぼ大学生の方でしたね。一人だけ20代の方がいらっしゃったなという印象はあったんですが、私が最年長だったかなと思います。ただ何歳からでもチャレンジできますし、本当にもう心配だったら何回でもやり直して教習してもらえるので、そこは本当に安心だなとも思います。ちょっとレアな感じもいいですよねそして男性の方はですね、結構幅広いイメージで、やっぱり大学生の方多いですが、結構リターンライダーというか、その若い頃乗っていてもう一度乗り始めて大型取りに来てる方とか、あとはもうずっと乗りたいなと思ってて、いつかはと思っててやっと余裕ができてきたという感じの、40代50代60代の方が多かったりっていうイメージもありましたね。なので結構幅広くいらっしゃるので、あまり若い人ばっかりだから行きづらいなっていうのは感じなくていいかなとも思いました。教官の方もプロなので合わせて話してくれますし、教習に関しては全然大丈夫だなと思いました。ただですね、やっぱりバイクの免許って仮免許とかを取って公道で練習するっていうことがなくて、全部教習所内で完結するじゃないですか。するんですよね。なので厳しい学校の方がいいなって思いました。やっぱり突然外に出て運転するのって本当に危険だなって思うので、できるだけ教習所の中でいろいろ失敗をして、いろんな実践的なことを学んで出れたらいいなとも思いますし、私が通ってた自動車学校結構厳しくてですね、本当にくじけそうになったんですが、今その分安心して乗れてるかなとも思うので、その点はちょっと厳しくても頑張る方がいいのかなとも思います。あとはバイクに乗ってる、女性ライダーだからこその悩みというか、ちょっと不安だったことといえば、やっぱり足つきですかね。バイクのシート高とかってだいたい70センチ台80センチ台が多かったりすると思うんですよね。ただ日本人女性の平均身長ってだいたい158センチ前後っていう風に言われていて、私自身も159しかなくて、今までその身長で悩むことってほぼなかったんですが、バイクに乗り始めてからあと身長10センチ高かったらなってずっと思ってます。でも慣れますね。やっぱり最初は教習車もシート高ちょっと高めだったりとか、あとは重さも重たくてだいたい200キロぐらいの車体だったりするので、本当にもう最初はおじけづいていたんですが、ただ慣れます。
シート高とかも高くても、低くローシートにすることもできますし、あとは靴とかちょっと厚底のものとか履いたりとか、なんかそういったところで調整すると濡れるようになりますし、なんといっても慣れですね。慣れてくるので、ちょっと信号待ちとかはしんどいなって感じることはあるんですが、乗っている分にはなんか全然気にならなくなってくるなという感じはあります。なのでそこですかね。そしてそれを解決するバイクといえばもうアメリカンタイプのバイクというか、私が今乗ってる大型のバイクがレブル 1100T というバイクなんですが、そういうちょっとシート高が低めのバイクとかを乗るとめちゃくちゃ安定感もあって最強だなと感じます。なので、両方楽しめるといいなとも思いますし、女性ライダーだからこそ大変さもあるんですが、ただ乗れた時の開放感とかってきっとそのデータ通りにいくと日本人女性の 10% ぐらいしかこう感じられていないかもしれない景色を見られるっていう風に考えると、バイクに乗るっていうのも一つ面白いんじゃないかなと思っています。絶対におすすめとは言い切れないところはあるんですが、もし興味があればなんかこう調べてみたりとか楽しんでみていただけたら嬉しいなとも思いました。はい、ちなみに皆さんの近くには女性ライダーいらっしゃいますでしょうか。もしエピソードとかありましたらコメント欄などでも書いてみていただければ嬉しいなと思います。はい、なんか今話してたら結構教習の時の話とか、あとはツーリングのエピソードとかもいろいろ話したいことあるなって思ったので、またバイクのテーマでもお話ししたいと思います。もしバイク初心者の方だったり、あまりこうバイク知らない方でこの部分もう少し知りたいなっていうものがあれば、そういった感じのコメントでもいただければラジオでもお話ししたいと思いますので、ぜひお気軽に書いてみてください。それでは今日もここまで聞いてくださりありがとうございました。あなたの毎日がちょっとだけ明るく軽やかになりますように。また明日も朝6時にお会いしましょう。アンナのスマイルジャーナル、パーソナリティの村島アンナでした。それではまた明日お会いしましょう。今日もご安全にいってらっしゃい。